熱いの最上級です。熱い気持ちで熱いものを出したいなみたいな。もう今はない。会社だとって思うじゃないですか。はい、すいません、お待たせしました。もともとなんか高山のちっちゃい製麺所さんなんですけど、ラーメン屋さんのラーメン食べた時に「わ、これ美味しいね」って言って「俺ちょっとやろうか」っつって取り寄せてやるようになったのが初めですね。ありがとうございます。ではうまいっす。お願いします。ありがとうございます。めっちゃうまいこれ。はい、できました。豚キムチ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。今日はインフラがしっかりしてますからね。荷物乗るもんですね。テトリスですよ。コツがあるんですね。いや、積み方があるんで。屋台始められたきっかけって何なんですか。きっかけですか。キッチンカーがやりたくって、ちょうど、今から12、3年前、キッチンカーまだそんなになかった頃だったんですよ。友達がいて、で遊びに行ったら「つくさんもやりましょうよ」って話になって「あ、じゃあやるわ」って。もう見てよかったもんです。彼は団子屋やってたんですけど、僕は本じゃない。その前に居酒屋やってたんで、じゃあ居酒屋メニューなんかやろうかなと思って、車を買って作って自分で。よしと。これ2代目なんですけど、1代目は中は手作りで作りました。でこの2代目は車のちょっと調子悪くなっちゃったし変えようかと。でたまたま軽トラが友達のとこにあったんで譲っていただきまして、ストレスなく走ってくれるんですごい重宝してます。店名の由来とかってあるんですか。もともとその居酒屋やってたって時の店名なんですけど、熱いの最上級です。はい。はい、熱い気持ちで熱いものを出したいなみたいなを、まあ語呂もいいじゃないですか。チンチコチンって響きは子供によく笑われますけどもともと居酒屋さんをやられてたんですか。はい、そうです。でもっと言うと走りは27の時にソフトバーをやってました。皆さんほら飲み終わりにラーメン食べに行っちゃうじゃないですか。でうちも多少はちょっとフードをやってたもんですから、ラーメンちょっとなんかないかなっつってみんなで従業員みんなで探して、そしたら高山の本当にちっちゃい製麺所さんなんですけど、ラーメン屋さんのラーメン食べた時に「わ、これ美味しいね」って言って「俺ちょっとやろうか」っつって取り寄せてやるようになったのが初めですね。はい、ちょっと前までそれでやってたんですけど、こちらがもうお店を閉めるということになって、20何年かお付き合いがあったもんですから、自分のラーメンも作りつつ、ただそこの麺が好きすぎてラーメンになっちゃったっていう。あ、そういうことですね。はい。何が入ってるんですか。玉ねぎ、人参、りんご、にんにく、生姜、ネギ、鷹の爪が入ってます。具材は自宅で。そうです。はい。はい、放題ドリンクバーです。
あんまり大々的に宣伝してないですけど。はい、ああ、餃子やってる今ご飯食べてきたんですけああ、ど、ここの中華そば絶対食べたいから。ありがとうございあんま食べないます。できたら9時から入れたいんですけどね。あの、あ、そうですか。北口で大々的にね、去年やったんですけど、去年、一昨年と。すごい人来ますよ。うん。それがやっぱね、でかいですね。だからゆくゆくは、なんだろう、チキンフライのチキン屋さん。へえ。かけしちゃう。来てるんですけど、私たち。あ、そうなんですか。はいはいはい。ルーピー。よいしょ。ありがとうございます。お椀いる？ちっちゃいの。あ、お椀一個もらっていいですか。食べれるから。僕めっちゃ食べるやん。ラーメンを絶対美味しいのに。でも一個頼めばよかった。美味しい。意外と美味しくないですか？めっちゃ美味しい。 9割雰囲気です。嘘だよ。はい、ありがとうございました。はい、またお願いします。お前たまにも僕家探したらあったのにそれ握ってきたのか。ちょっと食べたくてしょうがないもん。この間食ってん。あ、食って美味しかったでか。そんなジャンクフードじゃないですよ。ありがとうございます。うまい。美味しいです。煮込みソーセージはソーセージを煮込んでくるんですか？うん、トンホールっていうメニューがあって、何かっていうと、そこにも書いてあるんだけど、トンホールとはって書いてあるんです。これで。と一緒に、こいつがソーセージです。煮込んであるじゃん。湯煎かけてあります、ここに。よいしょ。一本。一本でかいです。これぐらい。あ、じゃあ2本で。はいよ。お願いします。ソーセージです。これ鶏皿。はい。柔らかい。うん。自分しか飲まない。飲んでるんなっちゃう。そうだな。おいしょ、すみません。めっちゃ美味しそう。あ、ごめんなさい。あ、そうだよ。あと鉄板とんぺもらえますか？ああ、いいですね。豚キムを。キムチなしで豚キム。はいはい。うまそう。みんな食ってきそうやね、それ。
ございます。はい、ごめんなさい、ドンペイです。お願いします。あら、気をつけて。はい、話します。すごい面白い。一人ですよ。お皿いいですよ、大丈夫。ありがとうございます。めっちゃうまいこれ。よいしょ。はい、さあ、卵混ぜ混ぜして食べていったら美味しいと思います。うん、うまい。名古屋大学かどっかのゴルフ部。はい、いつもはいかけてお待ちください。半分ぐらいは引き上げれた。あれ半分持ってかれた。いやもうってことは結構前からまあもう多分飲みに行くとおるもんで、やっぱはい、すみません、お待たせしました。お願いしままあす。家でまあずっとそうだ。はい、ありがとうございます。はい。だけど例えばこれでちょっと金額に手出すとかさんのお孫さん、へえ。そうそうそう、そう。うんぬるい、うん、ところは大抵なんかうまくできる習慣はい。はい、1800円です。勉強する。ね。あ、大きい。ないのかもう今はないな。あ、そう。もうそうですね。酒の人たちばっかだと思うよ。あと10年ぐらい。いや、そうだったと思う。はい、どうぞ。今はやんちゃで有名だったんだけど、すごくそうやってなんか仕事で成功して、でも今ちょっともう大丈夫です。いや、うまいっす。でカフェ多分それこそ俺のおじさんがそれ行ったりしてたんですよ。ごちそうさまでしはい、いってらっしゃい。まあそんなはまあ離婚した後だもん。また来週。ちんちこちんさん初めてです。初めてですそもそも構造時代飲むこと自体初めてだったんでいやうまかったっす会社で全部入ってきてるからそのなんだろうないんだけど、まあでもそういう人いるからね、嫌な存在だよね。そういうタイプで相談どっちゃんの？はい。うん。BM の人ね。あ、そうです。そう。本当にください。6割。はい。ああいうとこではそうですけど、ベッドビットですね。本当昔の話を忘れてさ。犬とね。はいはい。なんで。それでトラウト問題は。
前ぐらいから逆転したとはね。違うじゃなくて辛いから辛い。増えたもんじゃない。バージョンのつける梅干し。梅酒は美味しかったの。作りました豚キムチ。はい、どうぞ。やっとる。本当軒先に干してやっぱちょっとこういい頃は絶対言う。サポートしてあげるから最初の方はみたいな。外交と関連あと飲みに行くのも週2、3で飲みに行くけど、結局自分のとこにしとけば。そのうち補填できんくなっちゃって。ありがとうございます。ここって何曜日が今月は来週の土曜日。他のバラバラなんです。そうですね。わかりました。また来ます。はい、お願いします。くれたりする。その瞬間にしてたんだ。魚肉ソーセージ。あ、出た。多分そうでこれからちゃんとやっていこうよ。そうかプラード行く人と、そう税務署のまたお疲れ様でした。すみません、ありがとうございます。じゃあ待たせて。ありがとうございます。フォローしておいてください。大変だ。ずっと病院だよ大。変大変。大空洞はもうないよね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当ありがとうね。ありがとういございましやいやいや。コールありますか？た。あります。ちょっとだけ頑張ってきて、俺のせいで試合に出れなくなっちゃうわ。お願いします。ありがとうございました。よっしゃ。ありがとう。めっちゃうまいねこれ。最高っす、やっぱ。ごちそうさまです。美味しかったです。 500円でこれを食べれる幸せは凄まじいです。どうぞ。はい、ごちそうさまです。車で1時間、2時間かけて。すごいですね。それだけの価値があります。あるね、あるね。40分ぐらいですね、夜で。それぐらいここのラーメンが好きなの。そう。ゴミ捨てる人もおるもんです。寒いです。よし、行きます。よいしょ、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 よいしょ。じゃあ、行きます。
ございます。ちょっと下がるのきついな。おはよう。おはようございます。おはようございます。よいしょ。よいしょ。スリタさん？うん、まあ大丈おはよう。風が強いね。今日はゴルフ出なかったの、ロッチャー。はい。名古屋コーチンを使うと変わりますか？ああ、違うね、やっぱね。だいぶ違いますよ。よっ。スープ中に入れるやつ。あ、そうなんですね。काम पनि सिकाउँछ, गाली पनि खान्छ, हिँड्न पनि चाप पनि लगिदिन्छ, これがチャーシュー。 जे पनि खान नि दिन्छ। これはगाईलाई सब भन्दा हैन, चन्न पर्छ। टेस्टिङ आमा गराउँदा गराउँदा चरपटमा धरे टेस्टिङ लु म त चरपटमा कहिले हतार फुले राखेको छ त्यसरी बस्छ
そうになるでしょ。あんま見たことないですね、就活生とか。多少はね。いらっしゃい。一つありがとうございます。はい、お持ち。ごちそうさまです。どうぞ。はい、森下さん、どうぞ。どうぞ。ラーメン2つ、チャーシュー麺2つ。2つずつ。交渉の一環として解放される人質はあくまでも踏み切る考えを強調しました。来月10日に照ノ富士は先月の初場所千秋楽で13勝2敗で並んだ琴ノ若との優勝決定戦を制し10回目の優勝を果たしました。今日は来月10日にありがとう。桑名市の伊藤成高市長は先の記者会見でテクノロジーの進展によってざーっとフライで。まあ大体そこでいい。そこでいい。どこでもいい。あ、何します？チャーシュー。いや場所を気にせず行政サービスを受けられる環境の構築を目指しているということで、今回の実験、伊藤成高市長は先の記者会見でテクノロジーの進展によって社会が大きく変わる中、市役所は変わりつついる。テクノロジーを活用してスマートな実態を実現させたいと話しています。桑名市などは来月3日の桃の節句を前に岐阜県高山市でつるしびなの展示会が開かれています。この展示会は高山市のニューカバ文化ホールで開かれていて、不要になった着物の生地などを縫い合わせ綿を詰めて作ったおよそ500点のつるしびなが展示されています。 JA の女性部のメンバーが農家地に少しずつ作りためてきたものです。はい、もう風がちょっと寒いね。強いとで飛んでっちゃう。腰のリハビリ。ああ、痛い。
どうぞ。はい、ごちそうさま。見に来るんですか？いや初めてです。あ、そうなんですね。はい。どうですお味の方？いや美味しいです。うん。美味しい。温まります。中入ってちょうだい、どうぞ。あ、私ずれましょうか。あれが今日初めて店開いたの。出くわしたで食べるわ。乗ってくださってありがとうね。ああ、大丈夫です。面白い。風が強い。お塩がピエ。飛んでく。飛んでくだろうね。相談にお金はかかりませんよ。個人情報が心配。守られますか？法律にのっとった国の制度なので案内だけでも聞いてみませんか？原先輩、第一東京弁護士会ベイベント弁護士法人物流業界が取り組む働きやすい環境づくりを体感する愛知県トラック協会就職面談会3月3日ピンクアイスで開催。お待ちどうさまです。はい、ありがとう。どうぞ。はい、ごちそうさま。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。どうも。風強すぎ。本当風強いもんね。すごいですね。ちょっと血でいかない。おお、すごい風。こちらこそ。こんにちは。
ありがとう。いただきます。北海道で美味しそう。いろんな方から差し入れいただくんですね。いただいた人からもらう。はい、いらっしゃい。どうぞ。韓国からです。ユーチューバーさんがなんか美味しく食べた映像を見て聞いたんですけど、はい。今日初めてですか？初めてです。大丈夫？いいよ。はい、いい。はい。胡椒ある。こういう辛いの。この輝きは見えなくなるはずです。はい、じゃあありがとう。本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。YouTube 見たんですよ。よいしょ。म त सानगाछदेखि जाँदैछु म तいらっしゃい。何名様。4人。いいそこでも。待ってる。これ大丈夫。はいはい大丈夫。はい。ラーメンの、チャーシューがたくさん。ラーメンはチャーシューは麺は同じ。チャーシューはチャーシューが多い。ラーメンはチャーシューが入ってます。あります。あります。これはちょっと多いだけ。はいはい。これだけ。叉烧面是叉烧比较多的。金沢2度、新潟3度、東京5度、仙台秋田2度、札幌マイナス4度となっています。明日の予想最高気温、新潟6度、東京ご注意ください。気象情報でした。気象予報士の吉江明子さんでした。美味しいですか？美味しいですか？美味しい。45分50分ぐらいには、ミッドランドの横に来るから。横ってどっち？いただきます。めっちゃ美味しそう。ごちそうさまです。美味しかったです。どうぞ。奥からどうぞどうぞ。はいどうぞ。
ナーとして非難を強めています。ロシアがウクライナに侵攻して今月24日で2年、3月半ばにはロシア大統領選挙を控えています。ロシア国民はどう受け止めているのか、大統領選への影響はあるのか、そして今後のロシアの行方はどうなるのか、長年ロシアの世界を続けているジャーナリスト専門解説者当然のことだと思うんですけど、もちろんそもそもしたわけですけれども、他の反対であとは時代があるんですけども、本当ですから反汚職です。ロシアにとってきちっとな問題を手がかりに対するインスブローズ。はい、ありがとう。ありがとう。惜しかったです。お疲れ様でした。同じだな、俺も。同じで。4つ。大盛りでいい？普通大盛り3つと、はい、次が1つ。はい。お酒2つください。職員たちが学ぶ研修会が今日三重県鈴鹿市で問題を受け、衆議院政治審議審査会の開催の在り方について与野党が協議しました。しかし公開の時期をめぐって折り合いがつかず、引き続き協議することになりました。ごめんね、まず大盛り2つ。大盛り2つね。はい。ね。ありがとここへ来るのはいいかも。はいはいはい。をめぐる問題を受けて、もうちょっと寒い格好してて。ね、寒いよ。はい。はい、どうぞ。私は胡椒をかけるな。でも全部飛んでっちゃうだろうね。でもね。飛んでっちゃう。出た。風で。ほら全部飛んでっちゃう。いただきます。ちょっと割れた。よく来られるんですけど。500円でこれを食べれる幸せは凄まじいです。週1くらいで来てます。僕は3、4回目くらい初めて。まあ500円ということを初めて知って、衝撃が走りました。美味しい。美味しい。いいんです。ありがとう。みたいな。紐みたいな。私がおごってます。1500円。はい、ありがとう。ありがとうごちそうさまでした。チャーシュー麺。2つ目ですね。はい元国連大使はバイデン氏にトランプ氏が勝てるとは思えない。私は大統領を目指すが、地元の南部サウスカロライナ州の予備選挙で敗北した後です。これまでの全ての候補者へのトランプ氏に敗北したAG氏はおよそ20ポイントの差をつけられましたが、選挙戦継続を表明しました。ところが25日、アメリカの主要メディアはの選挙戦を支援してきた大口の献金団体が資金の提供を停止することを関係者に伝えたと報道しました。団体はこの先の候補者選びでどうぞ。はい、ごちそうさまです。どうも。よくできるとは思えないと言っているということです。団体は
麺がまず歯ごたえがあると、スープが美味しいですね。北陸は今夜から明日朝にかけて雪や雨で曇りのところが多いでしょう。最低気温東京5度、名古屋、輪島、新潟3度、金沢2度、おおむね平年並みでしょう。最高気温東京12度、名古屋11度、金沢、輪島7度、新潟6度。明日の曇りは風にしけたそうです。もう一つ、地元の教育委員会によりますと、今日午後0時半過ぎ、時刻は7時半です。7時半になりました。続いては、別ラジオ全面的な有効から2年が経ちました。美味しいですね。ありがとうございます。ラーメン2つ。ありがとうございます。夕方には乾燥されたポンプを倉庫に入れなければならないのですが、田中町がですね、急変後に飛び部分が落ちてきてどうなったんでしょうか。旧飛び部分が来た時、川田さんは10歳でした。今ではかなりの人が自力で脱出したそうなんですが、買うことにわずかながら共存していた時期があったということですかね。でもその後川田さんの一家もふるさとの島を離れなければならなかったわけですよね。そうですね。川田さんの一家はそれから1ヶ月ほどして島を出ていた叔父の船で本土の根室に引き上げること。はい、ごちそうさまです。すみません。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これですよ、これ。寒さでしびれよな、これ。いいんちゃうかな。うまい。めっちゃうまいやん、これ。抜群にうまい、これは。美味しい。めっちゃうまいわ。Buat air banyak di dalam masa berlebihan juga biasanya. Biasa高級料理ですね。栄の。あ、そうです。ほら新しい店やから。 AKB の劇場あるじゃないですか。名古屋の横らしいです。新しい店や。もう多分3年かな。ちょっと手前行ってこい。すぐ戻ります。
こからいただいて。あ、どうぞ。ごちそうさまでした。こちらチャーシュー。はい。これラーメン。はい。はい。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさま。800円。ターリーチキンセット800円。これなんよ。これね。そうそうそう。12度の予想です。四国は太平洋側はおおむね晴れる見込みです。瀬戸内側は晴れ間がありますが、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。昨日寒さはね、超えたけどね。まあでも形ちょっとやっぱ工事のため明日の午前5時まで通行止めになっています。また圏央道の八王子ジャンクション東海北陸近畿地方の状況です。新東名高速道路の上りは岡崎東インター付近で工事のため1キロ半の渋滞です。新名神高速道路の上りはの流れが順調です。日本道路交通情報センターの飯野がお伝えしました。はい、ありがとう。はい、ありがとう。よいしょ。どうもありがとう。はい、ごめんなさい。はい、ありがとう。またね。1100円。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。入れないけど、お店との関係がこういう人あるからちょっとだけ入れてもらえることになりました。はい、ありがとうございます。いただきます。今車に乗ってくるのも遊んでる。太鼓クラブの子たちは代金はいただいてないんですか？いただいてない。次1回だけね。みんな子供たち頑張ってるからいい。俺がおいでって言ったら。男だけのクラスでその高く。はい、どうぞ、まず4つ。箸は後で持っていくから。箸後で持っていくから。近いって。おい、胡椒待ってるって。胡椒待ってる。こっち来んな。ごめんね。胡椒こっち来んな。俺猫舌だから食べる。楽しいな、檻の中で。美味しいっすね。美味しいっすね。いや、美味しいっすね。カメラ意識するのお前。大将のラーメンどうですか？最高っす。やっぱめっちゃうまいっす。世界一美味しい。はい、置いて。危ないから。は
入って寒いから。月曜日は子供が来る。そっかそっか。初めて見た。初めて会った。いいのここ。大丈夫？すごいな今日。今日寒いよね。やばい。こうしたら鏡原が遠くから見えるでしょうね。そうなんですか。鏡ヶ原来てたんですか。そう。車で1時間2時間かけて。すごいですね。すごいよ本当に。もうヤムヤムさんのラーメンを食べにってことですか。そうですか。それだけの価値があります。あるね、あるね。ごちそうさまでした。ラーメン一つね。はい。はい。はいどうぞこの大盛り。はい。はいどうぞ。はいお待ちどうさま。ずーっと降ったもんね、1日降ったもんね、昨日。夜8時頃やんだから。本当に？はい、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、おやすみなさい。弥富からだとどのぐらいかかるんですか。まあ今で多分40分ぐらいですね、夜で。それぐらいここのラーメンが好きなの。そう。あ、じゃあもう何回か来られてるんですね。俺4回目、僕も4回目ぐらいですけど、やっぱ癖になるんですね、ここ。あ、そうなんですね。雰囲気が。この腹が減ってなくても食べれるんだよ、このラーメンって。それが不思議。残したことねえもん。残したことねえ。カエル君の趣味行ったらあれだな。値段下がるかなと思って。ああ。そんな、いえ、何も言っちゃらへんです。どっか行ったね。ああ、そういうこと。一般人やることで高い。そんな趣味でやってる人たまらないな。何やってんの？もう今やってねえや。そう。旅館かなんかもなんか契約で得ないやんとこ？どっか。知らんけど、決まって放流してなきゃ、そのおらんって言ってたの。放流。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。ごちそうさま。ボサボサだけど。ニコッとしてたからね。ニッと。うまい。最高。今日はこうやって前になるんで、前回はもう麺がなくなったりって灰を詰めてもらったの。お父さん。いえ、もう腹減っとったもんね。ありがとうございます。わかりました。またお願いします。びっくりしたのは放送があった翌日の夕方かな、6人ぐらいで見えたんだけど、旭川から来たんだけど、北海道に。テレビで、はい。わざわざ。茨城、福島、東京の人も結構見えたよ。大阪、神戸とかいろんなとこから見えた。沖縄からも。
アメリカから来た人もいた。屋台やってないと絶対そういうことなかったですよね。やってよかったです。やってよかったです。本当にやってよかったです。よいしょ。厚田高校の前通って。よいしょ。動き出すとね、だから早いでしょ、俺歩くのが。ゆっくり歩くより早く歩いた方が楽でいいもんで。なるほど。ゆっくりだとなんかこう重たいんだ、タイヤが回るから。このぐらいだとね重たいし。だからちょっと最初こうやって引っ張るともうタイヤが回るじゃない。はい。タイヤが回るとね楽なんですよ。もうこの時間は誰もいない。たまにね、提灯見て、あ、ラーメン屋さん、いいですって走ってくる人おるよ。終わりです。料理人になられたのは何歳なんですか？40ぐらいか。あ、そうな、それまで何されてたんですか？それまではね、東京で建築屋に勤めてた。だから遅いんですよ。よいしょ。消してますよ。はい。はい、よし、終わりです。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰ってね。はい。よし。いつもこのぐらいの時間に起きるんですか？1日おきから出汁を取るときにね、時間がかかるもんで、それで早起きというか、出汁を取ってからそばを打つから結構時間がね、かかるわけね。よし。
取ってるんだろうね。店によっていろいろだろうけどね。お客さんも茹でたてるところをね、見られるというか、お客さんとは密になれるよね。いろいろ会話もできるしね、そういうのが好きでこの店舗を選んだんだけどね。どういった経緯があったんですか？東京でね、正月庵という蕎麦屋があってさ、そこで10年修行するとね、独立できるといういわゆるのれん分けで、昔風で言うと自分でほら店もしたかったからのれん分けしてもらって、東中野というところで30年ほどやってたのよ。蕎麦の道60年近くなるわけか。水が冷たいからね、沸騰するまで時間かかるんだよね。これからさらに2、30分ね、ことこと煮出すわけよ。名古屋は結構甘いですよね。そうそう、だからだしもそういうふうにしてる、こっちに合わせて。時間とこの色を見てね、だしが出たのを確認する。だんだんと色がね、飴色に変わってくるのね。22、3分経ってる。あんまりことだしを出しすぎるとね、渋みというかえぐいというかね、ことことやればいいってもんじゃないんだな。ちょうどだしがかつ節から出たところがね、だいぶいい感じになってきてる。この辺はもう長年の勘だね。出尽くしたタイミングというかさ、やっぱり雨降ると降ってると降ってないでお客さんの来方が変わるからね。パーセントあるのこれすごいね。清水さんは今上で一人で暮らされてるんですか？そう。ご結婚はされてなかったんですか？昔はね、東中野の時代は普通の旦那とかみさんでね、いろいろ人生いろいろでさ、今は一人で楽しくやってるというかさ。子供の日っていうのはいつ実施されてるんですか？これは毎日だけどね。要は小学生の子は盛りそば1枚が100円ってこと。大人は400円だけどね。西尾市の相生ビル。
ろ汁とあったか用のかけは大体同割りが多いけどね。盛り汁をほらつけて食べるから、盛り汁の方がちょっとかけ汁よりも濃い甘というか、返しと砂糖の入ったので、ちょっとねかけ汁にプラスした。雨降りだからベトベトしてるよ。うどん県だからね、関東はそば屋が多いけど、特に名古屋は味噌煮込みうどんとかね。吉見さんはどうしてこの西尾市にお店構えられたんですか？縁だよね、こういうのって。物件も嫁さんみたいなもんでさ、西浦出身だけど、西浦こちらよりも、田舎というかさ、物件も少ないんだよね。蒲郡から赤い電車が走ってんじゃない？それで蒲郡線に乗って駅降りて近くの不動産屋に行ったのね。私東中野で30年ほどやってたのね。でここは東はずという町なのね。東というほらなんか縁があるような気がしてさ。三段重ね鴨せいろ鴨といってさ、そこそこ人気のあるね鴨肉なのね。味の特徴としては旨味が強いというのかな。鴨肉ってちょっと硬いイメージがあるんだけどね、柔らかいのね。どういったきっかけでそばじいという名前になったんですか？きっかけというか、おじいちゃんがそば屋やってるからそば屋のじいちゃんという意味、子供だから100円玉持ってきてさ、そばじいそばとちょうだいって感じでさ、ドラマ的なさ、これはそういうのがちょっと夢的なとこもあったけどね。結構お子さん来られるの多いですか？土日は多いね。子供だけで来るのもたまにいるけどね。開店まではもうずっと仕込みをされるんですか？1、2時間開店まであるからね、休むというか。私熟成麺というかさ、熟成したそばが好きなのね。打ちたてのそばってなんか粉っぽくて嫌なのよ。だからあえて11時オープンだから間があるからね。じゃあ3時間寝かせるんですか？要は寝かせるって感じだね。さらに寝かしたのがね、
もう昨日のうちにもうあれだけそば打ってあるのね。寝かせると味が変わる。味というかね、見た目がね透明感がある綺麗なそばになるのね。小麦粉が入るでしょ、つなぎ粉でね。だから寝かせた方がツヤが出るというか、それはまあ店によってねいろいろだけどさ、一般的に2八ってのが多いよね。そば粉が8で小麦が2というのがね。吉見さんも同じ比率ですか？うん、同じだね。今あそこでちょっと空回ししてさ、銭湯手打ちの店だとこの作業は手でやるんだけどね、ミキサーに頼ってるのね。それだけ楽できるから、大体が盛りそばで100人分弱かな。この作業がそばのコシが出るポイントだね。そば粉は値段上がってないですか？全て上がってる。そば粉、かつお節、醤油ね、もう何でもかんでも。値上げはされたんですか？してない。私はまあ極力やっていければさ、逆に下げてるからね、この辺なんか1000円の900円にさ、こっちもね逆に下げてるだろう。下げたのは何か理由があるんですか？これも結構目立ちたがりなとこもあるからさ、普通みんなほら値上げが一般的でしょ。それでそば汁は逆に値下げしたやってことでさ、まあそういうのもあって値段設定も400円で2枚なら700円とかね。なんせうちはうまい安い早いそんな感じでやってるから。これで少し寝かせます。乾燥しないように。水としてはいいですか？美味しいよこの辺の水は。しかも浄水器も使ってるから。なんでこの形になってるのかっていうのが今からわかるからね。腰が疲れるんだよ。これで薄くのして切ればいわゆる手打ちだけどね、機械でお任せするからさ。
細麺が好きだから喉越しがいいのが特徴だから、うちのそばはだから細くしてる。味チェックを兼ねてね、そば食べるのよ。これは珍しい朝だね。結構もやかかってますよね。まあでもそんなにひどくもないけどね。よし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 。後片付け多いですね。結構いろいろあるんだよね。豚のバラ肉。どうぞ。ありがとうございます。こんなに本当は多くないけどね、ちょっと大盛りになってる。これ盛り汁ね。特に日が当たってるから余計艶が出てるね。私がこういうそばが理想だったから。よしよしよし。昨日
勤務されて長いんですか？長いですね。当初からいますよ。8年ぐらいかな。吉見さんのお蕎麦どうですか？美味しいですね。私も好きですけどね。今日は多分売り切れるかもしれない。どこ？あっちの方が2、3。はい、いらっしゃい。美味しいもの。あれが始まったよ。どうしました。味噌おろしが。味噌おろし好きだったじゃない。鴨の3枚と味噌おろしでちょうど。はい。そう。大根おろしするときにね、青くってね、言えば持ってきてあげるのにもう終わりだし。ほんなわからん。違う。続きは小さな瓶だったんだよ。あでも俺お化けを作る。子供ね、見えてんねん。あ、本当。で俺だけそば食ってかんと思ったもんね。俺置いて帰ってたな。うちのお母さんはさ、そうだったよね。お父さん髪の毛黒い。はい、お母さんのこと持ってる。私がね、ちょっと調子が悪くてもね。本当。俺だけそば食ってかんと思ったもんね。俺置いて帰ってたな。うちのお父さんはさ、怪我した。もうそれがいいですね、出して。女の子。女の子。子供と一緒だ、顔から落ちてくる。おらんかったと朝から難しいゲイが上げとった喉がんで俺家帰っててインターネットじゃああの時は生に持ってたんで刺身買ってじゃあお金はいただきます。お金なこれ美味しかった。美味しかった。美味しかった。かかった席はないから。十分でしたよね。奥行かれた。美味しいで来るんだろう。来る人がさ、並んでるから入ってっちゃってる。好きじゃないかなって言って。私耳が悪いもん、ために耳が出た。あ、そう。100回までやったらおかからみんな死んじゃっとるわ私が死んだの？泣き食べて。やっぱりあっちは川の水。きれいだ。臭みが。別にバラバラでもいい。鴨せいの三段型。はい、はい、三段かも。はい。2種類。
別にバラバラでもいいのに、カモセールを引くだけで。つるつる入っちゃう。私はカモなくなっちゃう。こちらはカモは4とかき揚げ1ね。かき揚げの方は大根おろしです。ここすぎます。いい音これ映してください。わかりました。適当にどうぞ。カモが出ます。まずは鴨汁で1枚。2枚目は盛り汁ね。まさに味比べ。2段で。木曜日にするわ。木曜日休みだね。あ、木曜日やる。大根おろしをその中入れてもいいし、折れ汁に入れればおろしそばになるし、食べ方いろいろ味比べ。1段ね。ここで読みさんが出ました。いいの。鴨汁は熱いからね。熱いよ。もうどんどん出てるから。そばはね、3分の命と言われる。はい、よ。これで皆さん1枚いったかな。はい、今度は3段目いきます。いろいろ味比べ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。カモと森2枚です。カモと森2枚です。はいよ。味噌おろしそばの1つと豚せいろ1つ。味噌おろしのつける方がいいですか。どれがいいですか。つける方。つける方ですね。はい、じゃあお二人とね。はい、じゃあそらちはご一緒にどうぞ。森2枚さんのカモが出ます。はいよ。はい、どうぞカモの方。はい、森1枚。味比べで2枚目。はい、味噌おろしの方は。味噌おろし、その中にそばのつゆを入れてね、混ぜ混ぜして、それでつけて食べる。豚ですね。はい、豚汁で1枚。皆さん全部出ますか。暑いですからね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お一人の玉が出ます。はい。はい、じゃあどうぞ上を持ってください。味比べ、盛り汁で1枚ね。鴨汁と盛り汁。すごいください。ごめんね。やっぱり盛りそばは夏でしょう。かき揚げの方は2段。はい、3枚目。はいよ。あと1個。あと1個。はい、美容と健康にそば湯ね。飲み放題だからね。
倍はね、倍はね、これ。はいよ。こちらは一段足んないねまだ。2枚。2枚。はいよ、これで OK。ありがとうございました。はい、いらっしゃい。お二人さんはかき揚げと鴨ね。じゃあ鴨何番ですね。あ、高いですか。お一人さんは3枚。はい。カレーが出ます。はい。お母さんですか。はい、ありがとうございます。じゃあお父さん、鴨せいろ。はい。はい、まず一段。はい、ありがとうございます。はいよ、まず一段ね。出てるよ。はい、鴨南蛮熱いよ、熱いよ、熱い。はい、忘れ物ないよね。よければちょっと味の感想を教えてもらいたいんですけど。そばが固めで美味しい、歯ごたえがあって。かぼせる3つ。あ、かぼせる3つでいい。はい。はい。やっぱりあるけどね。あ、味比べろ。三大打線でかぼせる。お母さんビールも出すよ。はい、よろしく。はい、ビールのとも。はい、ありがとう。はい、お願いね。今もリール。天ぷら食ったけど、あいつ下のところ。はい、まずは鴨汁で1枚ね。1枚ね。その後は盛り汁で1枚。味比べね。ありがとうございました。はい、味比べ2枚目。もう1枚ずついくからね。1時からやってるの？はい、3枚目ね。はい、3枚目ね。はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。あ、そこへ3枚。まだもう一枚だ。ここにもある。
はい、まず1段ね、2段目。おやつをはいよ。お姉さん。これね、熱いから飛び出すから気をつけて。カモセロ、お一人様カモセロね。はいよ。カモ汁と麦汁ね。はい、これ味比べで2段目。女性から女性がね。はい、見てもらこれからみんなに。はいよ。粗熱を取ります。で最後の仕上げ、冷たい水でぬめりを取りながらそばを締めます。今日は冷たいけど我慢。そばを締めました。はい、もうちょっとタモいきます。タモ出ました。はいよ。タモいけた。後ろにいます。はい、まず1段ね。2枚目いくよ。これで2枚。はいよ。はいよ。吉見さんの良さってどこに？私もね、ここ今日初めて来たんですよ。腰がわープチッと聞いてやっぱり名前の通りだね。やっぱり年季が生えとる。私もね、あちこちでちょこちょこ食べてるんだけど、ここが違うね、ちょっと味が美味しいですよ。また来ますけどね、これ。はい。はい。そばつ一緒にどうぞ。もう年中これね、私は365日。けるもんがいらんでいいや。大きな釜に塗ったら茹でな。熱湯でね、だから私ね、風邪ひかない。やっぱり大きなお釜で茹でな。そう、やっぱりそうしないとね、シャキッとしたそばが茹だらない。はい、3枚目。はい、1枚目。はいよ。はい、じゃあ、せーの、せーの。はいよ。美味しいですか？美味しいよ。ちょくちょく来るもんね。どこか違うんですか、吉見さんのそば？
やっぱり専門店だな、そばだけで専門店とかないんだよ。やっぱりこうそば一本でいいとる問題、まあ極端なこと言うとうなぎだ天ぷらだ、そういう何を力入れとるか分からへんで、まあ、何でも一本のとこが、いい。はい、いらっしゃい。鴨が沸いたって5円で。かき揚げ2つね。はい。はい、いらっしゃい。盛りそば2枚。ここ入れてもいいし、盛り流に入れるとね、おろしそばになるから、食べ方いろいろ味比べね。はい、まず1枚ね。はい。いただきます。お二人はよく来られるんですか？初めて。どうですか？初めての吉見さん。美味しいですよ。はい、2枚。はいはい。うん、1リットル美味しいです。最高だ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。鴨が終わっちゃってごめんね。鴨が終わっちゃってごめんね。はいよ。はい、もう一ついきます。かき揚げが2ついきます。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。はい、まず一段ね。天汁でどうぞ。大根おろしそっち入れてもいいし、盛り汁に入れればおろしそばになりますし。はい。かき揚げお兄さん1枚追加。はい。いいですかね。では。これは熱いよ。はい、お母さんとこ一ついきます。そうですね。これは10上。はい、まず一段。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そばよね。やっぱりビール冷えてないとね。常温がいい子も中にはいるけどね。そう。そうそう。はいよ。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。忙しかったです。忙しかった今日は。こんなことないのに火曜日で。なんでやろか？私ないと思う。俺だったらすぐ飲んじゃうけど。俺だよな。飲まないかんねえけど。迷いと酒より。50秒でセットします。乗りたいよね、一回。あそこ乗ったら見晴らしたい。あ、ねえ、若茶の方で乗りたいね、一回。
割と親しい方だもんね、俺は。お姉さんのお母さんと。姪っ子と俺らの息子は、俺ノンフェイだ。はい。はい。はい。まあ問題プレッション。はい。12時めがけてお茶行きます。だよな。はいよ。彼女じゃなかったな。がっかりした中で。切りがそうかと。そう。切りそうだ。3時押してるから。こんなんなるのはちょっとオーバーだけどさ。これだもんで、俺の前の一緒だけどね、理屈は一緒だけど。で、半日遅れちゃったから、半日俺も遅れ、そう言ったらさ、それはそういうことは経験で分かることか。経験で分かることか。あとは。一度あっちはいい、あかんよと。なるほど。とんでもない。まあそれでいくと、使えるだけど、だけど、親子で俺がそういうこと。あの日はね。いや、俺と一緒。よかった。高君と七代さんはここにいつも。よかった。高尾も一緒。一緒。いいで、パパにだけで。これね、もうちょっと小さいグラスないっていうのはありません。怒られちゃう。今俺がそう、まあ、これ多分そこにやるんだな。手術する日は。そう、火曜日のね。そうそう。つい背負ってて。見てくるわ。それでこれ見ると。納得してる。ゆしみさんの良さとかをもし。本当にね、これだけのお客さんが見えるのはそばじいの性格、気さくさ。当然そばはうまいんだけど、だから長く続いとるんだよね。10年でそばがまずかったり親父が悪かったり誰も来えへんで。こんだけ続いとるのはそばじいの人格とそばのうまさ。俺もそういう風で来とるんだけどね。そばの色が違うじゃん。俺はそばは知らんけど、だけどここは白くてそばなんだよな。これが俺が好きでさ、うまくて。さらしだけのそばが好きってことだよね。そういうことだね。細麺で白っぽい、喉越しのいい。だから女性とかね、子供も万人受けするそば。わしが最後締めちゃって。なるほど。わしが締めちゃって。いらっしゃいありがとうも極力意識してね、大きな声出すというかさ、腹の底から出すとお客さんも気持ちいいしね、私自身も健康にいいからさ、まあ同級生見てるからね。なるほど。これはハオユー麺の麺ですね。こんなに一つのお店でずっとやらせてもらってるの、今こういう厳しい状況の中でそれだけが一番感謝かな。料理作るのは白い作るのは当たり前だけど、お客さんが来ていただけなければちょっと一本離れたこの場所で多分これで人生終われると思うので幸せかなと思いますよ。後継者とかはいないですね。うちの兄貴もうちも子供いますけど、みんなそれぞれ仕事持ってますし。
このまま炊いちゃうとどうしてもアクがいっぱい出るもんで、一度ボイルして軽くアクを取って、で今からそのちぎもと灰を取ってそれを下処理してからスープに使います。これが灰とちぎもを取ってるんです。いつさばいてからかわからないということもあるし、鮮度の問題があるし、灰とちぎもが入るとスープがいつまでも白くはならないんですよね。ここは血が出てくるんで、脂肪が出てくるんで、これは僕は取ります。これで2本巻けるから、でこれをこうなると、そう今でも新しいメニューとかって作られてるんですか？作る。今は逆に町地区が元気でみんな自分のオリジナルをよく考えてるから。いらっしゃいませ、どうぞオープンします。どうぞ。お願いします。ふわ玉セット大盛り味濃いめ1、とろ玉1、餃子1です。とろ玉いる。
冷やご飯からこうやって叩かなかったけど、僕は温かいご飯を使うんで、ちょっとこちらでほぐすだけ。大盛りの味濃いめ。海鮮系と辛さ控えめ1です。はいよ。いらっしゃいませ。将来一つです。どうぞ、そば玉いきます。これ ABC ソ1です。はい。このチャーハンは多分うちしかないんじゃないかなとは思ってんだけどね、わかんないよ、どういうふうに店が何やってるかは。昔からあるね。やっぱり15年ぐらい前から考えたやつで、はい。これはなかなかないんじゃないかなと思ってんだけどな。これからいろんな中華屋さん行ったらまた見んじゃないかな。ここがお願いします。はい、海鮮チャーハンセット。お願いします。A ランチ1天津飯セットに汁なし1です。これ合わせる前にまずボールを準備してから入れるボールを。はい、天津飯セット。醤油セット1です。ます。極細の湧いて唐辛子。新のこの好きじゃないから。だから極細を頼んで。唐辛子一つです。
どうも、ありがとうございます。ごめんなさいね。柔らかい焼きそばでーす。はい、どうぞお願いします。だってお盆で、分量で。どうぞ、麻婆飯セット。はい、麻婆飯セットです。よく来られるんですか、千楽さん。僕この麻婆飯が好きで月1回食べたくなる。もう昔から生まれも育ちもさすがいなんで、もうちっちゃい頃からここ知ってるんで、幼稚園の時からなんか思い出含めて昔の味って感じです。はい、どうでした？これがうちのとろ玉。はい、どうぞ。なんかよかった。はい。その前にとろ玉セットが。どうもありがとうございました。はい、頼むよ。生姜を2だけで香ばしくなるまでまず炒めて、香りを飛ばしたら醤油を打って、さらに香ばしさをはい、35上がる。この肉が大ぶりカットだもんで美味しいもんで、肉としてはこのお肉を食べてもらおうかなって味付けしてる。簡単でな、シンプルだな、ランチタイムなんか特に時間がないからすぐ3分以内でできるものを考えて。はいよ。ライス3個です。はい、どうぞ。正解線。はい、立っていく。はーい。
大ジャメンセット。切ってもらおう、加藤さんに。焼けたら持ち上げてください。ふわたまセット1、麻婆春雨セット1です。またお願いします。大盛り。はい、すいません、もう一つ大盛りになります。はい、どうぞ。お待たせしました。麻婆春雨セットになります。絶妙な辛みがいいですね。海鮮チャーハンの。担々麺だからちょっと辛くしようかな。だけど肉の味は甘辛、照り焼きの味、醤油と砂糖だけで肉本来の味ができれば、生のお肉を使った方が僕は柔らかくて好きだね。
まだに食べ歩きに行きます。本当おどんが好きなんですね。うどん好きですね。毎日うどん食べますし。みりんと醤油だけで砂糖は使わないです。濃い口白醤油薄口です。濃い口はざる。薄口と白醤油はかけ。うまみなんかは断然濃い口の方が多いんですけど、見た目がね薄い方が綺麗になるんで、かけにはこっちを使ってます。実はね、塩分濃度っていうのは白醤油が一番高いんですよ。一番塩辛いんですよ。塩を濃くして色を抑えるんですよ。本来はもう少し薄いんですよ。夏場はどうしても色が多少濃くなって味も多少甘くなる。小麦も変わりますし、こういうものも変わりますし、もちろんこういう魚類も変わるので難しいですよね、毎日同じ味って。だしを入れる前の返しっていうんだけど、これはちょっと寝かした方がいいんで、作って最初に作ったんだけど、これを一升瓶に入れて1週間ぐらい置いとく。それから使うと刺すような尖った味が消えるんで。これがざる用と味噌煮込み用で、サバ、ソーダガツオ、ムロアジ、昆布、カツオ、枯れ節っていうんですけど、カビ漬けしたカツオなんですよ。うちはかけ用、昆布とソーダガツオ、サバ、ムロアジ、ウルメイワシ、カツオ。メーカーが違うんですよね、こっちとこっちで。取りたい出汁が違うんで、味噌煮込みとかざるだしっていうのは、味噌も濃い口も香りとか強烈なんで、それに負けないような強い出汁を取りたいんです。かけだしの方は薄口と白醤油使うと、すごいシビアに苦味とかが出ちゃうんで、めちゃくちゃ味も濃くは出ないんですけど、苦味も出にくい素材を使ってます。これ両方ともお節なんで、本当腹と背があって、これ
背の方なんですよ。油分は少ないんですけど割とクリアなと出汁が取れるんで大節指定で買ってます。こっちも大節ですけど同じカツオの大節ですけど割と出る感じとクリアな感じで分けてます。カツオだけは味というより香りを出したいんで家で削ります。仕込みは基本的に一人で全部やります。もう自分のできる範囲で自分の納得するものを出したいんで一人でやるようにしてます。で3席減らしてカウンターに書いたらカウンターの方が回転するのでちょっと忙しくなっちゃって中が回らなくなっちゃって一人で見える方が増えて気兼ねなくねああいう席だとゆっくり食べられるんでこれ女性のお客さんは増えたかな。しばらくこのまま置いておきます。香りは時間が経つと飛んじゃうんだね。削ってパッと出したい。同じカツオだけどだいぶ感じが違うよね。部位が違うんですか？部位も全部一緒なんだけど加工の仕方がねちょっと違う。カビ付けがこっちの方が多い。ちょっとこっちの方が高い。甘みも出るんだけど苦みも出るんでさっと出したい。これを入れた時の香りがすごい。これ味噌煮込み用の出汁を作ってます。
どんを作ってる絹あかりっていう子です。亡命度が今日は22、加水が今日は59%、粉に対しての塩水が59%でやります。本来小麦ってすごいいい香りがするんですよね。せっかくこういう小麦なんで、なんとかこの香りを生かしたい。どういううどんを作りたいかっていうことから逆算してこの混ぜ方が決まってくるんですよ。非常に大事な工程です。こんなまずはさらっとした感じで、今匂い嗅ぐとすごいわかるか。小麦 100% にこだわってやってます。これ毎日つけてるんですよ。この加水だとか塩度とか、あの日どうやったかっていうのを全部つけるのと、あと今後の傾向っていうのを小麦メーカーさんに聞くんで、タンパクがどう推移していくとか、そういうのもつけてあります。毎日欠かさずもう十数年つけてます。最初に力をかけちゃうと麺が硬くなるんですよね。ですから徐々に、そんなに体重重い方じゃないんですけど、それでも全体重をかけないようにで。1.2キロに合わせていきます。北へっていうんだけど、昔ながらのとこだとこれも足で踏んで、やっぱり全部手でやると優しいうどんになるよね。あと1時間ぐらい寝かしてもう1回やって、そのまま明日の朝まで。こっちのは昨日作った、ちょうど昨日のこれが今日の麺になる。昨日やったやつを座布団状にしてすぐ打てるように、このまま一気に麺にすると綺麗な形にならないですよね。それを食べても美味しくないですから、一回力を加えたら休ませるっていうのが基本です。いちいち寝かせるとこうやってすごい肌が綺麗にきめ細やかになる。この粉は小麦粉なんです。これは内子佐古ヤシでんぷんっていうんですけど、ヤシから取ったでんぷん。小麦でもできるんですけど、小麦よりくっつきにくいんですね、こっちの方が。これで80人分ぐらいですかね。こっちは一人でやってるので、途中でってことはできないんで、もう営業始まっちゃうともうなくなっちゃったらおしまいです。これでもうお昼で終わった時とかあります？あります。おとついは本当にもう昼で全部なくなっちゃったんで終わりましたけど、昨日はで夜までやりました。日によってわからないです。小麦粉も性質があるんですよね。普通の小麦、もち小麦、ややもち小麦、かなりもち小麦、4つに分かれるんですよ。でこれはややもち小麦っていう部類なんですよね。自分の作りたいうどんに合わせて粉を選定しないと。だからこれは私の作りたいうどんに非常に合ってた。こっ
っちは鍋に入れてちょっと火を通すだけなんで粗いイメージでだしなんかも早く入るように、それこっちとこっちでもうまるっきり正反対の作り方です。親父が作った版画なんですけど、もうなくなっちゃったんですけど、美術の教師をしてたんですよ。何点かあるんで季節になると入れ替えて、外の昼明かりの看板はあれは僕が作りました。5時間が営業時間2倍ぐらい仕込みしてます。多い時で日曜日だと16時間とか7時間とか、平日でも14、15時間は働きますよ。やりたいことをやっていくとどうしても時間はかかるんですよね。一手間かければ一味美味しくなりますし、一手間惜しめば一味落ちてきますもんね。岐阜県の瑞浪市っていうところで作ってる丼で、かき揚げの素を作ります。こういう小さい個人店が勝負できるのは手間をかけることだけなんで。うどん定食、いなり定食の手はちょっと。切るのって基本はこうなんですよ。こう切ると切り口がきれいになる。切り口が光るんですよね。こうなるように目指してます。たかがネギかもしれないですけど、ネギ入れてまずかったらうどんが台無しですもんね。余分な苦味だとかいらない味を流すのと、汚れを取るのと、あと見た目をきれいにするのと。切った直後よりは透明感が出ますよね。何匹ぐらい？40ちょいです。1.8 キロが冷凍で1塊になってるんで。キャブレターっていうのはちょうどいいか薄いか濃い、その原因を突き詰めるやり方っていうのも出汁でも一緒。改善してちょっと良くなったけど、もしかしたらもっと良くなるかもしれない。で必ずダメになるとこまでやるの。ダメになる手前が一番いいと。ダメになるまでやり続けてちょっと戻ってここでやる。オートバイとかうどんだけじゃなくて全てに関して一緒だと思うんだけどね、やり方。
これは味噌煮込み用、塩の入ってない味噌煮込み用のもの。うちは 140g で1人分にしてるんですね。でこれが1人分。これは結構出る。日曜日に特に入れるかな。一回食べるとみんなまた注文する。ちょっとそばってボロっとした感じがあるじゃん。ああいう感じを出したいんで、ちょっと密なボロっとした感じに仕上げたい。多分これはね、あんまりやってるところはないと思うんで、これはオリジナル麺なんで、うちの。今さ、うちで夏メニューで出してるんだけど、そばの作り方なんですね。寝かさずにバーッと混ぜて、塩も入れるんです。小麦100でそば0で作ったらどうなるんだろうと思って作って食べてみたらすごい美味しかったんでね。ちょっとそばっぽいし、さらしなにしたら。色がすごい綺麗で、クリーム色っていうか黄色で。これをね、今日は10枚、70人分ぐらい。天丼のタレです。自家製です。これは。これはね、今日は作らない。だいたい1日おきぐらいに。最初に1升半ぐらい足りないと炊き直すこともあります。農家さんから買うと 100% そこで作ってるのを買えるんで、農家さんへ行って買ってます、米を。はい。
冷たいのはざるうどんと冷やかけとコロってうちは出してるんだ。エビ冷やかけ、いなり冷やかけです。エビ冷やかけ、いなり冷やかけです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。卵入りで。卵入りの定食ですね。はい。うどんって卵鍋って。
ありがとうございます。よく来られるんですか？初めて来ましたあそうです。前から気になってて、結構味が濃いめでしっかりしてて美味しいです。はい。どん定食冷やかけお出ししますね。エビ天おろしを。エビ天おろしお二つ、はい、でかしとなりました。よく来られるんですか？いや、ここ初めて。そうなんですね。たまたま通って。どうですか、お味の方？美味しいですよ。はい、どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞ。はい。ありがとうございます。
ねチン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 でだけどどうって言われたけど、どう関係ないのにさ風呂屋風呂屋じゃないトイレ突然いや離れてやってるからって今帰って怒られたんだ。離れちゃいますけど。ちょっと変わったもの欲しいか。鶏生。鶏生、はい。はい、いらっしゃい。どうぞ。おお、俺ネギ好きだね。いなり定食の冷やかけをお出ししますね。はい、どうぞ冷やかけ最初は薬味のネギを入れずにまずそのまま召し上がってください。今日煮込みが出たね。結構出てるね今日ね。この味噌煮込みを、はい、お願いします。美味しいです。すごいつるっと。この天ぷらがすごい美味しいです。タレが。はい。はい、こちらができました。はい。ありがとうございます。いなりからお出ししますね。どうぞ。お待たせしました。お出ししますね。どうぞ。ちょうどいいコシとこの時期には最高ですよ。はい、どうもごちそうさまでした。
はい。はい、ね、冷やかけお待たせしてすいません。いらっしゃいませ。いなり定食冷やかけの方をお出ししますね。あ、冷やかけ。はい、冷やかけこちら。すいません。どうぞ。はい。いなり定食あったかいのお出しします。かき揚げ冷やかけお出しします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、こちらもお出しします。ありがとうございます。すみません、お会いそういですか。はい。はい、じゃあいただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。まず50円と。はい。はい、ありがとうございます。どうも、気をつけてください。またお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。オロチ大ね。お札と。はい、このエビ天王子の大根がないのが天ぷらになります。それで、はい、いいですよ。ではイカの天ぷらをお付けして。ありがとうございます。
天ころね。天ころです。どうぞ。エビ天おろしね。はい。はい、お待たせしてすみません。どうぞ。イカのせ。はい。はい、お待たせしました。こちらはプラスイカ天でどうぞ。モリモリになっちゃった。うん。本当美味しいですよ。ここはよく来られる。初です。私は来たことがあって。今回何を頼まれたんですか。エビおろしです。天ころ。僕はエビおろしにイカプラスです。美味しい。本当美味しいでしょ。はいよ。ちょこちょこ、はい、いつも美味しくいただいてますけど、やっぱり夏はこの冷やしのおうどんが特にまたさっぱり美味しいです。はいよ。みんなの連絡定食それだけですね。どうぞお気をつけど最初は薬味のできるですね。まずそのまま召し上がってみてください。はい、かき揚げの定食冷やかけ、こちらは青森でお出ししますね。うどんって2つ、うどんって冷やかけ1つ、全部ご飯少なめです。ありがとうございます。
はいいですか。前お通ししますね。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。どうぞ。はい。毎週来てますすごい美味しいのはもちろんですし、お出汁とか麺とか天ぷらの衣に至る細かいところまですごくもう常に美味しさを追求して熱心に研究されていて、来るたびになんか美味しいを更新してるなって思ってます。ありがとうございます。そうそうしました。そうですね。プロでやってる方が結構取ってほしい人が。最高ですよね。これでやってるのが瀬戸丸さん。瀬戸丸さんと神戸の皆さん。はい。こちらからですね。はい。だるね。まあ名前は讃岐ですけど、自分の作りたいうどんを出す。硬い感じをコシって言われるんですけど、私の考えるコシっていうのは硬さじゃないんですね。ふわっとした柔らかさの中に最後に感じる歯ごたえ、ギュッという、そういうものを作ってます。